山猫先生、健康診断の結果に血圧、血糖、LDL コレステロールの注意が並んでいました。腹囲も増えていてメタボも気になります。でも体調は普通です。症状がなければ次の健康診断まで様子を見ても大丈夫でしょうか？症状がないから安全とは限らないよ。高血圧、糖尿病、脂質異常症は気づかないうちに血管を痛めることがあるんだ。今日はこの3つとメタボリックシンドロームを共通する動脈硬化という視点から見てみよう。名前の違う病気が同じ動脈硬化につながるのですか？そう、それぞれ別の病気だけれど血管に負担をかけ心臓や脳の病気の危険を高めるという共通点があるよ。高血圧では強い圧力が血管の壁にかかり続ける。血管が厚く硬くなり細い血管も傷みやすくなるんだ。血圧は単なる数字ではなく血管にかかっている力なのですね。糖尿病では高い血糖が続くことで血管が痛み動脈硬化が進みやすくなる。腎臓や目、神経の合併症にも注意が必要だよ。脂質異常症では特に LDL コレステロールが血管の壁に入り込みプラークという盛り上がりを作ることがある。そこに LDL コレステロールなどがたまると血管の内側が狭くなる。これが動脈硬化の代表的な進み方だよ。プラークが破れて血栓ができ心臓の血管が急に詰まれば心筋梗塞、脳の血管が詰まれば脳梗塞につながる。高血圧で傷んだ脳の細い血管が破れれば脳出血を起こすこともあるんだ。心臓や脳の病気は突然起きることがあるのですね。そう、命に関わることがあり脳卒中では麻痺や言葉の障害などの後遺症が残ることもある。だから発症前の予防が大切なんだ。ただし数値が高い人が必ず発症するという意味ではないよ。危険を早く知り下げられる要因を整えるための情報として受け止めよう。メタボはお腹が出ていることと同じではないのですか？同じではないよ。メタボリックシンドロームは内臓脂肪の蓄積を背景に血圧、血糖、脂質の異常が重なった状態を言うんだ。危険因子が重なると一つ一つの程度が軽くても動脈硬化や心臓病、脳卒中の危険が高まることがある。ではメタボの基準に当てはまらなければ安心でしょうか？それも違うよ。肥満がなくても高血圧、糖尿病、LDL コレステロールの高値などはそれぞれ単独で対応が必要なことがある。体質や年齢、治療中の病気、仕事や生活の環境も関係する。本人の意志の弱さだけで起こるものではないし責めることは予防につながらないよ。健康診断で異常を指摘されたら最初に何をすればよいですか？まず結果表の要受診、陽性密検査、治療継続などの指示を確認しよう。指示があれば症状がなくても先延ばしにせず医療機関へ。1回の数値だけで自分で病名や治療の要否を決めないことも大切だよ。再測定や追加検査を行い全体の危険度を医師と確認しよう。血圧が気になる人は家庭血圧を決まった時間帯に測って記録すると診察にも役立つよ。測り方や回数は医療機関で確認してね。すでに薬を使っている人は数値が良くなっても自己判断で中断しない。薬が効いてよく見えている場合もあるからね。食事は何か一つを禁止すればよいのでしょうか？一つの食品だけで決まるものではないよ。まずは食べ過ぎお酒、主食、主菜、副菜を揃え続けられる食事全体を考えよう。減塩を意識し野菜、海藻、キノコ、大豆製品、魚などを取り入れる。肉の脂身や甘い飲み物、お菓子、飲みすぎは控えめにしよう。ただし腎臓病などがあると食事の注意点が変わる。極端な制限や健康食品だけに頼らず医師や管理栄養士に相談してね。運動は忙しい会社員でも始められますか？もちろん。まずは通勤や昼休みの歩行など今より1日10分多く体を動かすところから始めてもいい。座り続ける時間を減らすことも大切だよ。慣れてきたら息が少し弾む程度のウォーキングなど
有酸素運動を1日合計30分週3回以上を目安に続けよう。ただし胸の痛みや息苦しさがある、血圧や血糖が非常に高い、治療中の病気がある場合は運動を始める前に主治医へ相談しよう。私は結果表を確認して受診し、食事は原塩から運動は昼休みに十分歩くところから始めます。いいね。最初から完璧を目指さず小さく始めて、血圧や体重、検査結果の変化を医療職と一緒に確かめよう。生活改善は大切だけれど必要な治療の代わりにはならない。食事、運動、禁煙と受診や薬を組み合わせることが基本だよ。高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボは別々に見えても動脈硬化を通して心臓や脳につながる危険がある。だから症状がなくても健康診断を見て終わりにせず、食事と運動を見直し、必要な受診と治療を続けるのですね。その通り。健康診断の数字は怖がるためではなく、将来の心筋梗塞や脳卒中を防ぐための早期警報として活用しよう。突然の胸の強い痛みや息苦しさ、冷や汗があるときは救急要請を考えて、顔の歪み、片腕の力が入らない、言葉が出にくいときもすぐに119番だよ。この動画は一般的な情報です。検診結果や持病に応じた対応は一人一人異なるため、医療機関や産業保険スタッフへ相談してください。ご視聴ありがとうございました。